こんにちは、斉藤直樹です。今回は結構多くの人が陥りがちな間違った努力についてですね、ものすごい長い目で見たらね、間違った努力なんていうものはなくて、全部効果的っちゃ効果的なんですが、そうは言っても、初めからね、効果の薄い努力ってそんなにしたくないじゃないですか。で、今日はですね、漫画家になりたいっていう中学3年生から質問が来ておりますので、最初に質問を紹介しますね。斉藤直樹先生、こんにちは。いつも楽しく動画を見させてもらっています。私は漫画家になりたい中学3年生です。父親が結果主義な感じなので、できるだけ早めに漫画の新人賞を受賞できるレベルになりたいのですが、その場合も3ヶ月上達法を使った方がいいのですか？それともポーズなどをもっと練習すべきでしょうか？効果的な練習法を教えてください。とのことです。はい、桜餅さん、ご質問ありがとうございます。はい、まずですね、最初に断っておかなきゃいけないのが、僕はね、一応過去に漫画の連載をしたことはあるんですが、今はね、本業の漫画家ではないので、僕の言葉として桜餅さんに伝えられることは限られています。ただね、少し前に読んだ本があって、はい、この本ですね、これね、めちゃめちゃ良かったんですよ。この本はですね、牛音虎の藤田和弘先生の漫画指南本なんですが、この本でね、伝えられている内容が非常に面白くて、めちゃめちゃためになると思いましたので、いくつかのポイントをこの本からも紹介しようと思います。それでは早速、行ってみましょう。漫画家になるためにも3ヶ月上達法は効果的ですが、まずね、桜餅さんに一番伝えなきゃいけないこと言います。それは、漫画家になるためには、絵の練習は後回しでいいってことです。はい。桜餅さん、びっくりしましたか？藤田先生の本の内容の紹介が先に来るって思った人、ちょっとごめんなさい。でもね、これはもう最初に言わなければいけません。なぜかっていうと、桜餅さんは大きな勘違いをしているからです。桜餅さんは質問の中で、なるべく早く結果を出したいから、3ヶ月上達法か、ポーズをもっと練習しなきゃ、と、絵のことについて言っています。つまりね、これって絵を上達させようとしている人の思考なんですよ。違いますでしょうか？でもね、はっきり言います。漫画家になるために必要なのは画力じゃないんです。漫画の面白さ。つまりもっと噛み砕いて言うと、あなたが面白いと思っていることを漫画というフォーマットを使って人に伝える能力。この2つのことがね、漫画にとっては超重要です。画力っていうのはね、漫画の場合にはこの2つの能力を鍛えていく過程で結果的についてくるものと考えていた方がいいと思います。あえてね、練習する必要というのはそんなにありません。では、この2つの能力、どうやって鍛えればいいのかっていうと、まずはね、漫画というフォーマットを使って人に伝える能力の鍛え方についてお伝えします。あなたが面白いと思っていることのその部分については、後でね、藤田先生の本を紹介するときに言いますね。まずね、漫画というフォーマットを使って人に伝えることに関しては、僕が紹介した3ヶ月上達法で鍛えられます。ただし注意ですよ。これは漫画の練習であって、絵の練習じゃないっていうことを強く意識してください。そこがね、最重要です。この場合は。具体的に言えばね、ポージング練習とか必要ありません。漫画を描くんです。はい、ちょっとね、最初に説明すると、3ヶ月上達法っていうのは、ビジネス用語的に解説すると、PDCA サイクルをどんどん回す練習法と言えます。PDCA、つまり、プラン、計画、Do、実行、チェック、評価、アクション、改善。これを表します。それを漫画でやるわけです。最初にね、桜餅さんがやるべきなのは、まずはね、もうどういう漫画でもいいので、とにかく漫画を描いてください。8ページとか16ページぐらいの漫画を一旦書き上げてみてください。できればね、ペン入れまでした方がいいのかもしれませんが、そこはね、いいです。ペン入れをする手前の鉛筆画状態の丁寧なネームくらいの状態でいいと思います。これがね、プラン、実行の部分ですね。そう言われてもね、どういう状態か分かりにくいかもしれませんので、僕が昔書いた没ネームで恐縮なんですが、こんな状態のものですね。で、一度漫画を描いてみると、でもわかるはずです。漫画を描くっていうことがどれだけ難しいかってことです。もう描いている最中にね、あれ ?1 ページにどのぐらいのコマを詰め込めばいいんだろう？吹き出しってセリフ何行まで入れていいんだっけ？なんかキャラクターが次うまく動いてくれないな。なんでだろう？あれ冒頭の説明だけで8ページも使っちゃったよ。まだキャラクターも出てないのに、全然物語進まない。などなど、書いている段階でね、めちゃめちゃ疑問が湧いてくるはずです。そうです。その疑問が発生したら、とりあえずはね、成功です。もう頭の中でモヤモヤでいっぱいでしょうが、そのモヤモヤを発生させることこそが、この第一段階の目的です。そしたら次はですね、あなたが、この漫画めっちゃ好き、この漫画面白いって思っている漫画の第1話を引っ張り出してきてください。第10話とか第100話とか、好きなシーンじゃないですよ。第1話です。ここからですね、チェック、評価が始まります。なぜ1話なのかっていうと、漫画ってですね、第1話目がめちゃめちゃ重要で、そしてめっちゃ書くのが難しいから
からです。そこにね、情報量がギュッと詰まってますし、もう工夫もね、半端なく詰まってます。もう漫画の1話だけで100回書き直した、なんていう例もザラにあるぐらいなんですね。ちなみにある編集さんは、ヒット漫画の第1話目の小回りだけを模写させるような練習法も取り入れてるみたいですね。漫画は小回りが重要なので、これがね、結構効果的らしいんですよね。はい。ともあれ、その第1話目を見ながら、あなたがね、さっきネームを書いて、そしてその時に浮かんだ問題点や疑問を、その面白い漫画がどうやって解決しているのか、それをじっくりと観察、発見していってください。そうするとですね、おそらく自分で書いてみる前よりも圧倒的に解像感高く、問題点とその対策が見えてくるはずです。うわぁ、この漫画が読みやすいと思ったのは、セリフがとにかく短いからなんだ。セリフが全部体言止めになっていて、セリフめっちゃ短いな。あ、そっか、さっき僕が書いた漫画は、冒頭だけで8ページも使っちゃったけど、この漫画はもう2ページ目で主人公が出てる。そっか、最初に設定を話しちゃうと退屈になっちゃうんだ。そうか、僕の漫画はキャラクターが動いてないって思ったけど、この漫画にはライバルが登場してる。そっか、ライバルと喧嘩することで、主人公って勝手に動いてくれるんだ。そういう発見をね、1個でもいいからしてください。そしたら最後、その発見したことをアクションで改善します。今発見した問題点と解決法を、あなたがさっき書いた漫画に適用したら、どう改善するのか、実際に書き直してみるわけです。書き直すのはね、面倒な作業ですが、絶対にやらなきゃいけない作業とも言えます。それをね、何度も何度もやり直す必要も出てきます。なので僕は最初に8ページとか16ページとお伝えしました。もうね、いきなり40ページとか書いてしまうと、書き直すのがね、もう大変すぎるので、まずは短い漫画で練習するのがいいでしょう。これがね、3ヶ月上達法を絵じゃなくて漫画でやる場合の方法です。もうね、おそらくここまでで桜餅さんめっちゃ成長できるはずだと思いますよ。桜餅さんの場合には、なるべく急いで新人賞を受賞できるレベルになりたいっていうことなので、2番目のチェックの機能を外部委託しちゃうのも効果的です。つまり、持ち込みです。出版社にね、電話でアポを取れば、漫画の編集さんがね、あなたの書いた漫画を見てくれます。そしてプロの目であなたの漫画を評価してくれます。その分ね、きついことも言われますが、あなた一人で分析するよりも書いた漫画を他人から見てどうなのか、客観的に測ることができると思います。プロになりたいっていう強い思いがあるんであれば、この方法はおすすめですね。みんなで映画を見て語る。さて、それではここからは藤田和弘先生の本を元にお伝えしようと思うんですが、僕がですね、この本めっちゃ面白いなって思ったのは、藤田先生の職場って沈黙禁止らしいんですよ。いやいや、言い間違ってないですよ。死後禁止じゃないですからね。沈黙禁止です。つまりね、もうずーっと喋ってないとクビらしいんですね。人によってはね、地獄かもしれないですね。で、それっていうのはなんでかっていうと、これがね、僕がさっきすっ飛ばした漫画家に必要な2つの能力の1つ目、あなたが面白がっていること。面白がり方を鍛える練習っていうことなんです。藤田先生はね、アシスタントを雇う場合、その人をね、ただのアシスタント、作業要員として見ているわけではなくて、漫画家の卵として育てている人なんだっていうことが、この本を読んでいるとすごくわかります。実際ね、黄金の歌手の大工誠先生や、烈火の炎の安西信之先生、5分後の世界の福田博先生も、藤田先生のアシスタントだったっていうことなんですね。で、そんな大物漫画家をどんどん輩出している藤田先生が最重要視しているのが、映画を見て感想を言い合うっていうことらしいです。で、ただね、感想を言い合うだけじゃなくて、5点満点中で点数をつけて、どこが面白かったのか、どこが面白くなかったのか、その理由も含めて会話していくってことなんです。藤田先生曰く、そうやって自分の感想を言い合って、そして他人の感想を聞いて、会話していくことによってですね、これ、藤田先生の言葉を借りると、人の心が丸くなっていくということなんですね。いや、これ別にですね、丸く角が取れていくっていう意味じゃなくて、なんて言うんだろう、感動を伝える下準備が出来上がるっていうことだと僕は捉えました。藤田先生はこう続けます。映画を見るときは、友達から漫画のネームを見せられたと思って点数をつけてほしい。これ面白いですよね。自分の友達からネームを見せられたら、少なくとも黙ってやり過ごすっていうことはないだろう。ここはこうなんじゃない？あ、ここはめっちゃ面白いねって感想を言うじゃんと。で、自分が例えば、その映画に3点つけちゃったとしたら、じゃあその足りない2点分はどうやって埋めたら5点になったかっていうのを少なくともその友達に説明する義務があるだろうと。そう言うんですね。例えばラブコメでね、主人公が女の子たちに理由もわからないのにモテまくるのが嫌いだ。でもちゃんと理由があってモテているなら許せる。みたいな、そういうことを感想として言えっていうことなんですね。いや実際にね、そんな義務ねえよって思っちゃう人も多いかもしれませんが、藤田先生のようなプロの現場ではもうそうなんです。そういう世界のことだと思って聞いてください。そうやって議論していくうちにね、自分は重要なポイントだと思っていたのに、他人はそう思っていないこ
こと。逆に自分は注目していなかったのに、他の人は注目していたポイント。あとはね、お互いにここに感動したっていう共通するポイント。徐々にすり合わせができていって、共通の土台みたいなものが出来上がるっていうことなんです。ただですね、こういう言い方をするとちょっと勘違いされそうなので補足するんですが、ここでね、重要なのはもう一つあって、共通の感想を作り上げることだけじゃなくて、相手の感想が理解できない場合でも、そこに理屈を発見して面白がること。それがね、重要だとおっしゃいます。そうすることで、自分と他人と切り離すことができるっていうことなんです。例えばね、この例で、この本に挙げられているのが、パシフィックリムです。これは多分仮の話なんですが、藤田さんのアシスタントがパシフィックリムを見て、藤田さん、俺、怪獣とロボットが戦っているシーンがとにかく面白かったです。めっちゃかっこよかったです。って言ってきたとしたら、藤田さんはね、それに対して、いや、俺はロボットよりも人間のヒーローが出てきて、そいつにちゃんと戦う理由があって、で、そいつがみんなのために戦ってくれるっていうのが、俺にとっては重要なんだよ。それがなかったから減点って伝えるそうです。ちなみにですね、僕はそれで言うと、みんなのためにって戦ってくれるヒーローは、ちょっとね、嘘くさいなって思ってしまうので、めっちゃ私利私欲のためだけに頑張ってるんだけど、結果的にね、それがみんなのためになっちゃって、で、結果的に感謝されちゃうみたいなのが好きなので、この部分はね、藤田先生と違うなと思いました。そっちの方が押し付けがましくなくて僕は好きだなと思っちゃうんですよね。つまりね、こういう感想の言い合いが自分と他人とを切り離すっていうことですね。はい、考えてみればね、それってそのまま作家性につながるわけですから、漫画家にとっては超重要ですよね。キャラクターにとにかくなんでと聞け。いやー、僕はこれがね、めちゃめちゃ勉強になりました。藤田先生は本の中でこうおっしゃっています。ストーリーに当てはめて書くな。主人公のキャラをまず立てて、その後で世界観を作れ。と。これ逆にですね、世界観を作ってストーリーを作っちゃうと、いきなり漫画の冒頭でね、今は昔、夜が暗かった時代とかって、いきなりね、ナレーションが始まっちゃうと。でもそういうのは、看板書きって言うんだよと。今ね、君はそういう漫画を書いてきたけど、でも自分が読者だったら、こういうのどう思うと。君ってこういう冒頭でナレーションが入っちゃうの。むしろディスる側だったんじゃないのって藤田さんは突っ込むんですね。いや、これね、めっちゃわかるんですが、読み手としてね、漫画を見てると、ものすごくね、こういうことって冷静に思うことなんですが、じゃあ自分がいざ書こうとすると、もうね、ほとんどそうなっちゃうんです。不思議なことに。多分ね、それが一番楽なんですね。じゃあそれをどうやったら解決できるのかっていうと、藤田先生は言います。キャラクターに、なんでと質問しろ、と。もうね、どんどん、なんで、どこまでも掘っていけって言うんですよ。例えばこのキャラクターはギャップがあるキャラクターにしようと。そう決めたとするじゃないですか。よし、運動は超得意なんだけど、考えることはちょっと苦手にしようと。そういうギャップがあるキャラクターにする。でもそこで止まっちゃダメって言うんですね。それはなんで運動が得意で、なんで考えることが苦手なの？そこでもう一度問い直す。そのなんでで聞いた先に、そのキャラクターの物語を聞いた読者が感動したり面白いって思ってくれる、そういう理由をどんどんとくっつけていく。そして深掘っていくような作業。これがね、キャラクターを立てるっていうことなんだってことなんです。いやー、僕はですね、これを聞いた時にも、ってね、もうめっちゃ感動しました。いや、僕もですね、20代で漫画にチャレンジしたことがあったんですが、キャラクターを立てるっていうことがね、もういまいちわからなくても、最後までわかんなかったんですね。でもね、この言葉を聞いて、ちょっとだけね、分かったような気がしました。そうか、俺、キャラクターに、そこまでしつこくなんでって聞いてなかった。うわー、これが原因だったのか。いや、もちろんね、これだけが理由じゃないんですが、かなりね、これって漫画の骨組みの部分じゃないですか。僕はね、そこからしてもつまずいていたので、めっちゃ目を開かれた気分でしたね。40代にして。はい。いかがだったでしょうか？桜餅さんはね、おそらくこれから漫画にチャレンジしていくことになると思いますので、僕のね、3ヶ月上達法練習法としては取り入れてもいいと思いますし、今紹介した藤田和弘先生の読者は読むな、もうめちゃめちゃ参考になると思います。本についてはね、下の概要欄に URL を載せておきましたので、気になったらね、そこからチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。